こんにちは、あーです。今回はトミックスさんのマルチ個線橋のキットを組み立てていきます。以前のレイアウトで使用していた対向式フォームに合わせていきます。開封してみましたが、パーツがとにかく多い印象ですね。まずは階段、エスカレーター部分から作成していきます。深く考えずにランナーから切り離しています。ここで成型色のまま組むのではなく、壁は塗装することに方針変更します。壁をマットホワイトで塗装しました。裏面は未塗装のままとしています。薄めに吹き付けることでムラを残しています。壁を取り付けるエスカレーターのパーツのバリを除去しておきます。エスカレーターの側面に壁を密着させるため、少しの凹凸の邪魔になります。階段とエスカレーターに壁を取り付けてホームに合わせてみます。ホームの屋根板を取り外した箇所にぴったり収まりますね。次に階段に屋根を取り付けていきます。壁に挟み込むように屋根を固定します。この時点で上下逆向きに取り付けていますが、後で気づきます。次に階段と階段を結ぶ通路部分の組み立てに入ります。まずは通路の壁にガラスパーツをはめ込みます。壁パーツのバリ処理は念入りに行います。床も屋根も壁で挟み込むためです。接触面に凹凸が残っていると隙間ができるので、こちらも丁寧に進めます。床と壁から組み合わせていきますが、ここがかなりきつくて大変です。なかなか床の突起が壁の穴に入りません。やっとはまったと思っても、反対側の壁をはめるときに弾みで外れたりします。反対側の壁を取り付けにくいため、先に屋根を取り付けていくことにしました。床と屋根に片側の壁が取り付けできれば、反対側の壁の取り付けも容易です。弾みで取り付け済みの壁が外れることもなく、通路を組み立ててきました。次は階段と通路をつなぐコーナー部分とその足を組んでいきます。まずは足となる柱パーツを組み立てていきます。円柱を半分にカットしたパーツを合わせ、根元パーツを組んでいきます。柱になるパーツのバリの除去を丁寧に行っておきましょう。通路の角部分を組み立てていきます。パーツの向きに注意しましょう。階段に接続する側、通路に接続する側で壁パーツ、床の向きが異なります。またこの部分の床に先に用意した円柱の足を取り付ける形となります。その足の取り付けがきつい。接着剤不要はいいけどきつすぎませんか？なんとか角部分一つ完成です。パーツ同士の噛み合わせが本当にきつい。階段部分と接続するときに階段部分の屋根が反対だと気づきました。あとは通路を接続すれば完成ですが、その前に横幅のチェックを行います。今回個線橋を使用したいと考えている対向式フォームはトミックス製です。そのフォームを加藤の複線レールで使おうと考えています。複線レールにフォームを並べて個線橋の幅を確認していきます。加藤の複線間隔はトミックスより 4mm 狭いです。しかし同床が広い分、フォームの配置間隔はトミックスの複線とほぼ同じになります。実際に通路部分を当ててみると、そのまま使えそうな感じですね。では実際に通路部分も階段と組み合わせてフォームに組み込んでみます。パチンと爪で噛み合ってくれるので、この部分の接続は簡単です。
壁と床のように噛み合わせがきつかったりする可能性もあるかと思います。この辺りは組み立てていて感じましたが、個体差が大きいと思います。対抗式フォームに組み込むとこんな感じになります。最初に壁パーツを白で塗装しておいたのは正解ですね。成型色のグレーのままよりも明るく引き締まって見えます。では続いて古線橋にウェザリングを施していきましょう。タミヤのウェザリングスティックで汚していきます。タミヤの X20 溶剤を染み込ませた綿棒で塗料を広げていきます。墨入れ塗料のグレーや黒を多めに流していきます。ウェザリングスティックの塗料と墨入れ塗料を綿棒でなじませます。最初の壁の白塗装のムラと汚しがいい具合に整ったら完了です。汚しを入れた古線橋をもう一度ホームに合わせてみました。古線橋単体にもう少し寄ってみます。対抗式フォームに付属のシールで装飾してみます。本来古線橋の広告は内部の通路に設置されます。表のホームから見える外側に広告は通常はないと思います。ただこの古線橋は外壁が良くも悪くも単調なので、あえて表側に広告を設置してみることにしました。ホーム上のエスカレーターの外壁部分にも広告を設置。通常はないのですが、古線橋の外壁にも広告を設置してみました。エスカレーター横はともかく古線橋はやはり不自然ですね。こちらは後で剥がすかもしれません。今回はトミックスのマルチ古線橋を組み立ててみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。